ご視聴いただきありがとうございます。アズパンです。今回のテーマは新しい時計の購入企画についてです。ロレックスの新作も昨日ホームページで見ることができました。私が気になったモデルは1908のプラチナです。ロレックスにおいてアイスブルーダイヤルはプラチナ素材にしか採用されていないダイヤルです。本体の素材がダイヤルカラーで表現されているので分かっている人にだけ伝わります。私自身の憧れでもあり、手が届かない存在に感じていました。例えばですが、2024年4月時点でデイデイト36は832万円、40は894万円です。デイトナのアイスブルーを購入しようと思えば1099万円もします。それだけの資産がなければ運だけでは購入できない時計です。でも今回の1908のアイスブルーは437万円で手に入れることができるモデルです。ブレスが革ベルトということもあって使用している素材が少ないからか、アイスブルーダイヤルの中では買いやすい設定になっていました。今後も値上げが予想されるので、来年には500万円を超えているかもしれませんが、選択肢の一つになりそうです。価格で選んでいるようなコメントになりましたが、ロレックスってかっこいいって思ったモデルやダイヤルってプラチナかゴールドしかない場合が多いんですよね。普通の会社員が購入できる範囲ではなくなっています。全体的にもう少し買いやすい設定だと嬉しいですよね。4月になったので新しいことをしてみたいと考えています。そのきっかけになったエピソードです。後輩にロレックスの魅力について話をしていた時に気がついたのですが、私は腕時計購入の努力をしているようです。私が何気なくしていることでも後輩からしたら努力と受け止められていました。私がデイトナを購入できた一つの要素は腕時計に接する時間と努力だったのかもしれません。私自身はロレックスを購入する前も努力と感じていたことはありませんが、後輩との間にはギャップを感じました。私の動画を見ていただいている方は感じているかと思いますが、私に腕時計の知識はそんなにありません。だからこそ努力なんてしていないと思っていました。ホームページやカタログ、ちょっと踏み込んでブティックでもらえる書籍を読んでいるくらいです。知識は増えませんが、ロレックスのホームページ見ているのは面白いですよね。自分が欲しいと思って候補になっているコレクションのページに行けば細かい説明も書いてあります。歴史の部分や時計の構造については読むのが苦手な人もいるかと思いますが、設定で自分好みの時計を作るのも楽しいです。この時点でそうそうと共感してもらえる方と、見たこともないし見たいとも思わない方がいるかと思います。次の話にもつながるのですが、腕時計好きの人は腕時計を買うことだけが目的ではなく、腕時計を着用したり話をしたりするのが楽しいです。電車付きに撮り鉄や乗り鉄など多くの楽しみ方がありますが、腕時計好きも楽しみ方はいろいろあると思います。腕時計を購入することが目的になってしまうと、買えなかったことをストレスに感じますが、時計の話をしたい人にしてみれば、時計が買えなかったことも一つの話題になります。楽しみ方はそれぞれでも、腕時計好きなら腕時計への興味を持っていて、その分野についてはどんどん詳しくなっていくはずです。これを私の後輩は努力と表現しているんだと気がつきました。腕時計に興味を持ったり、様々なメディアからいろいろな知識を得ることは私にとっては努力ではありませんでした。また、私の後輩はロレックスのブティックに行くのも大変だと言っていました。後輩は社交的なタイプで、人と話をすることに抵抗感はありません。でも、店員さんと何を話したらいいかわからないそうです。並んでいる時から緊張し始めて、入店直後に在庫確認をして帰るということが続いたようでした。以前にローマンダイヤルの4の表記について話をしたことがありますが、私の知識不足も店員さんを丁寧に対応してくれます。ホームページやカタログで疑問に思ったことや嬉しかったことを伝えるだけでも一つの話題になると思います。私は少し特殊なのかもしれませんが、仕事であった出来事や家族との旅行の話もしています。時計と一緒に撮影した風景を見てもらうこともありました。腕時計との生活についての話題は喜んでもらえることが多いです。後輩も店員さんも人間なので、機嫌のいい日もあれば悪い日もあるでしょう。私も話が盛り上がらなかった日もあります。ブティックに行くことが試験のように感じられて、正解しなければ買えないプレッシャーを感じる日もありました。店員さんとの相性はあると思うので、自分と合う店員さん探しはしたかもしれません。店員さんの指定ができない店舗もあるので、
相性がいい方と出会えた時にだけ気合を入れるのもいいかもしれないですね。腕時計購入において避けて通れないのが購入資金を貯めることです。私は普通のサラリーマンなので特に収入が多いわけではありません。当然1本100万円以上する時計を購入する資金が簡単に捻出できるわけでもありません。少し気が楽になるのはロレックスに関してはいざお金に困ったら売却する選択肢もあることです。後輩も私同様にサラリーマンなので収入に大きな違いはありません。なかなか貯金ができないと言っていたので何にお金を使っているか聞いたら車とお酒のようでした。車に関しては保有していない私が意見できる部分ではないのですが、本体以外にも駐車場に車検、ガソリン代と維持費が大変そうです。どのぐらい乗っているのか聞いてみたら月1回乗るか乗らないかと言っていました。外食代や移動手段に関してはもう少し減らしてもいいかもしれないのですが、後輩からすれば難しいことのようです。サラリーマンで時計も車も旅行も希望通りにしようと思えば当然貯金は難しくなりそうです。趣味にかけるお金って年収の最大 15% ぐらいまでだと思います。日本人の平均年収400万円で考えたら最高でも2年に1本ぐらいですよね。購入資金を貯めることも一つの努力と考えられているようです。というわけで後輩にとっては私が購入できた理由は努力の積み重ねによるものだと感じているようです。私は普通の会社員でも買えると話をしてきたので、もしかしたら私が特殊なのかもしれないと思い始めました。年単位になるかもしれないし、途中で終わってしまうかもしれませんが、新しい時計の購入計画を立てていきたいと思います。今までの貯金や投資の結果はリセットして、4月から購入資金も含めて貯めながら新しい時計の購入を目指していきます。レイトな購入によって私は大きな目標がなくなってしまいました。家のローンや日々の生活があるので、仕事やお金は大切です。ただ、守りの理由だけだとモチベーションを保ちにくいと感じています。先ほど話をした購入することが目的になってしまうと、買えないことがストレスになることがあります。目標を達成すると、日々の仕事でプラスアルファの頑張りができなくなりました。お金のために働くのか、手に入れたいもののために働くのかでモチベーションは大きく違います。YouTube で見ていただくことがいいことなのかわかりませんが、普通の会社員が新しい時計を購入するまでの時間を見たい方が多ければ続けていきたいと思います。4月から会社も新体制となり、求められる役割が変わるため、同じように続けることは難しいかもしれませんが、新しいチャレンジを続けていきたいと思います。購入までの時間を共有していただける方や興味がある方は、ぜひチャンネル登録もお願いします。